アメリカ最古のバイクブランドインディアンモーターサイクル、日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしておりますインディアンモーターサイクルマニア V 型エンジン大好き西尾です。今回は長いアメリカンバイクという歴史の中でも今後歴史に名前を残すんじゃないかと私西尾が予想しておりますインディアンモーターサイクルのチャレンジャーというバイクについて詳しくご紹介したいという動画になります。インディアンモーターサイクルのチャレンジャーというバイクなんですが、2019年の秋に発表されまして、2020年モデルから水冷のパワープラスというエンジンを積んだ新しいバガーというモデルになります。チャレンジャーの登場でハイパフォーマンスなバガーという新しいジャンルが立ち上がったほど非常にエポックメイキングな一台になるんですけれども、元をたどると2000年代後半から2010年代にかけてアメリカでクラブスタイルというカスタムが流行ったのがきっかけと言われております。ハーレーのちょっと小柄なモデルにハイパフォーマンスなチューニングや足回りを組んでパフォーマンスを追求するようなカスタマイズっていうのが結構ブームになってたんですけれども、そのカスタムの流れ的に今までのアメリカンカスタムは例えばクロームを多用してドレッシーにするとか、あとは低く長くロー&ロングのスタイルにするとか、見た目のドレスアップ重きを置いたカスタムが主流だったんですけれども、パフォーマンス向上のためのカスタムもありじゃないっていう発想が生まれてきたのがクラブスタイルのきっかけと言われています。ここでインディアンモーターサイクルが考えたのが、じゃあバガーというジャンルでもハイパフォーマンス求めていいんじゃないのということで、アメリカの広大な土地を楽に旅するために作られていたバガーというバイクをハイパフォーマンスに楽しもうぜということで開発されたのが、初めからハイパフォーマンスのために作られたチャレンジャーというバイクになっています。2020年にハイパフォーマンスなバガーとして衝撃のデビューを飾ったインディアンのチャレンジャー、これを筆頭にハーレーでもハイパフォーマンスなカスタムありじゃないかというところが盛り上がってきまして、これは別の動画でまたお話しするんですけれども、アメリカではインディアンとハーレーのバガーレース、キングオブザバガーというのも非常に人気を博しております。今回はアメリカンバイクの長い歴史においてももしかしたら転換期になる1台チャレンジャーについて詳しく車両をご紹介していきます。ではこちらノース大阪インディアンモーターサイクルさんでチャレンジャーのダークホース2024年モデル車両詳しくご紹介していきたいと思います。まずチャレンジャー2025年モデルから新しいパワープラスのエンジンになって排気量上がったんですけど、車体の外観エクステリアは大きな変更はないので、25年モデルのチャレンジャーが気になった方もまずはインディアンのチャレンジャーがどんなバイクかっていうところをぜひ参考にしていただければと思います。では車両早速デザイン装備のポイント順番にお伝えしていきます。インディアンチャレンジャーダークホース、まずねチャレンジャーシリーズ共通してますこの押し出しの強いいかにもアメ車っていう顔つきですね。真ん中はヘッドライトと両サイドこんな感じでウインカーとデイライトになってます。そしてこちらのフロントのフェアリングなんですけど、ハーレーダビッドソンのロードグライドと同じで、フレームマウントのいわゆるシャークノーズ型になってまして、フレームにフェアリングがついているのでハンドルを切ってもカウルが動かない。つまり取り回しがハンドリングがちょっと軽くて、あと高速走行の時に安定しますよというアメリカンバガーでは割と定番な作りになっています。この足回り、特にチャレンジャーに関しては開発の段階からハイパフォーマンスなバガーということで、倒立フォークとあとはブレンボのラジアルマウント4ポットのブレーキキャリパーが左右という感じで、足回り結構ハーレーのロードグライドとはパフォーマンスに差が出ます。ロードグライドも
24年モデル、25年モデルと排気量どんどんアップしてきてまして、中のエンジンとか走りのポテンシャルに関してはチャレンジャーにかなり追いついてはきてるんですけど、足回り、ブレーキ回り、特にハイパフォーマンスバガーとしてもともと生まれたチャレンジャーはまだちょっとアドバンテージあるんじゃないかなという感じです。このね、押し出しの強い顔面とがっちりした足回り、非常にねノーマルなんですけどカスタム感があっててかっこいいなと思います。続いてこちらインディアンチャレンジャー、横から見たところ一番注目いただきたいのはこちらのエンジンですね。インディアンが誇ります水冷のパワープラスというエンジンになってます。こちら2020年から2024年モデルまでは108キュービックインチ 1768cc の水冷のエンジンやったんですけど、よく見ていただくと水冷のエンジンなんですけど、ヘッドの上のところね、空冷エンジンのフィンっぽいデザインになってまして、水冷のエンジンなんですけどなかなかエンジンの形かっこいいと思います。そしてバガーモデルなのでこんな感じで大ぶりのステップのフロアボードにインディアンのヘッドドレス、エンジンから上のこのタンクまでの距離もね結構ガバッと上に大きい感じなんですけど、この辺のデザインのむっちり感ね、すごいアメ車やなっていうぎっしり感かっこいいと思います。インディアンのチャレンジャーとハーレー・ダビッドソンロードグライド、まさにアメリカのキング・オブ・ザ・バガーズっていうレースでもガチンコで対決してる2機種なんですが、エンジンの排気量ね、2024年モデルチャレンジャー108キュービックインチで、現行モデルのハーレーロードグライドは117キュービックインチ 1923cc で、ヘッドが液冷の空冷のエンジンっていう感じになってまして、チャレンジャーは最初から水冷のエンジンでハイパフォーマンスな走りを体現してたんですけれども、ハーレー・ダビッドソンのロードグライドもミルウォーキー8っていうエンジンをどんどん改良してね、パフォーマンスはかなりチャレンジャーに迫ってきてるかなという感じです。ちなみに24年モデルの108キュービックインチのインディアンチャレンジャー5500回転で120馬力、ハーレー・ダビッドソンロードグライドは117キュービックインチのミルウォーキー8エンジンで5020回転で107馬力ということで、馬力の差はね12、13馬力あるんですけど、その発生する回転数がね、インディアン5500とハーレーが5000回転ぐらいという感じなんで、低速のモリモリ感とかね、下が強い感じっていうのはロードグライドかなと。走らせてて中高域でガッとパワーを出してくれる、そんなインディアンのパワープラスエンジンかなという感じです。インディアンチャレンジャー、当然バガーモデルなんでこんな感じでねカバンがついてます。2人乗りも楽ちんなちょっと分厚めのシートにバッグがついてるんですけど、インディアンのチャレンジャー、これねパワーバンドオーディオ仕様になってまして、このねバッグの上にスピーカーがついてまして、これもなかなかいい音します。ではインディアンチャレンジャー後ろ回り見ていきたいと思います。両サイドに大ぶりのハードなサドルバッグ、そして深めのリアフェンダーにはテールとウインカーが一体型の非常にシンプルな灯火類という感じになってまして、マフラーも左右2本出しで王道のバガースタイルかなと。この辺ねシンプルにまとまってて非常にかっこいいと思います。一番ねチャレンジャーの見た目でぜひね現物見ていただきたいのが、こうねお尻からこのタンクにねこのでかさですよ。すごくないですか。後ろはカバンがついてるから当然大きく見えるんですけど、フロントフェイスの押し出しの強さとこのお尻周りのボリューミーな感じ、それをね見事につないでくれるこの高さもあって幅もバッチリ、非常にアメ車やなっていう感じの、ちょっと後ろから見たスタイルかっこいいですね。いいと思います。よいしょ。はい、サイドパニアの中はこんな感じです。これね間口はここまでなんですけど、ここまで物入りますんで、この辺もしっかり荷物入るので、バガーたるゆえんしっかり旅をサポートしてくれるような大容量のパニアバッグがついております。はい、ではちょっとね迫力満点のこのタンクコンソールからこのフェアリングコックピット周辺ちょっと見ていきたいと思います。こんな感じで両サイドには
スピーカーが内蔵されてまして、上のアナログメーターはスピードとタコメーター、その他車両の情報が表示されるガソリンのメーターと、あとは走行距離とかギアのシフトインジケーターとかがついているんですけど、この画面の下の部分には車両の情報が一目でわかるインフォメート画面からのタッチパネル式になっているので、走行モードの切り替えとかねできるようになってます。この辺のちょっとアナログな雰囲気も出しつつ、ここはフルカラーのタッチパネルで非常に現代的。 Apple CarPlay をここでミラーリンクすることもできるので、使い勝手非常にいいんじゃないでしょうか。そしてインディアンチャレンジャーね、ここぜひ体験していただきたいんですけど、ここのスイッチを押すとね、スクリーンが上がったり下がったり、これね非常に便利です。これ一番上まで上げると多少雨降ってても顔雨に濡れないぐらいスクリーン高くなります。意外とねあるようでなかった便利装備、いいと思います。では見るからに巨漢なインディアンモーターサイクルチャレンジャーなんですけど、実際の足つきライディングポジションなんかをチェックしていきたいと思うんですが、これやっぱ気になる方、ハーレーダビッドソンのロードグライド気になっている方も多いかと思いますので、一応簡単にスペックだけ比較しておくと、重さは2車ともほぼ同じぐらい、乾燥重量で365キロ、燃料を入れて装備重量で380キロぐらいと、実はロードグライドもチャレンジャーも同じぐらいになってまして、シート高なんですけど、ロードグライドが 720mm に対しまして、インディアンのチャレンジャーは 672mm という感じで、5センチぐらいスペック上のシートの高さはチャレンジャーの方が低いよなという感じなので、では早速車両またがって足つきライディングポジションチェックしていきたいと思います。では失礼します。よいしょよっ。なんかこの巨漢から想像してるより引き起こしが意外にも軽いっす。ちょっともう一回やります。これはびっくり。左手でちょっとこうグッと持ち上げる力はいるんですけど、この自分から見えてるこの景色と、車体のこの大きさからイメージしてる重量感とは全然違う。結構これはね好印象です。すごくイメージいい。足つきこんな感じ。今両足の指の付け根両足ともべったりついてます。意外といけそう。信号待ちスタイルだとこんな感じ。片足ほぼかかとまでついてるので、これは安定感あります。ライディングポジションこんな感じ。フロアボードなんで足を乗せる位置結構自由度高いので、この辺は足は割とゆったりなんですけど、やっぱりアメリカ人サイズなので、僕の身長だとハンドルに体を合わせていくとちょっとここの隙間が気になるなんですけど、ここねオプションでライダー用のクッションが出てますから、その辺つけてもらうと走行中も非常に楽かなと思います。いやでもね、これ意外とね見た目の重量感より取り回しいけます。いいと思います。よいしょ。では誰もが気になるインディアンモーターサイクルチャレンジャーの排気音サウンドチェックやっていきたいと思います。よし。これね、水冷のエンジンでいうとエンジンの駆動音というかメカノイズが結構大きいバイクが多いんですけど、2本出しのマフラーから出てるすごい低音、これがなかなか迫力あっていい音してます。アクセルを開けると
水冷のエンジンなんで吹き上がりがめちゃくちゃスムーズ。なかなかこう空冷っぽいというか、回転がバンバン上がってくるような感じでもない、水冷だけど空冷味があるような、そんな気がします。これ今スポーツモードにちょっと変えてみました。おお、すごいな。これはノーマルのマフラーなんですけど、アクセルのつきも良くて回転もすごいバーンとついてくるんですけど、何しかこののぶとい排気音すごいな。それでいてエンジンの駆動音がすごい控えめなので、ほんまねすごいっすね。こっちのマフラーから聞こえてくるのぶといサウンド、これはもう実物一回エンジンかけて聞いてもらうのが一番いいかもしれないです。思ってた水冷エンジンとは一味も二味も違うサウンド、空冷エンジン味があってとてもいいなと思いました。いかがだったでしょうか。インディアンモーターサイクルが最初からハイパフォーマンスというコンセプトで作ったバガーチャレンジャー、非常にかっこいい1台だと思います。ハーレーダビッドソンのロードグライドと合わせて比較していただくのも非常に面白いと思いますので、ぜひお近くのディーラーさん遊びに行っていただいて、チャレンジャーの現物見て触ってできれば試乗してみてください。新しいアメリカンのバガー、きっと楽しいと思います。このチャンネルではインディアンモーターサイクルの日本で一番新しくて詳しい情報をお届けしております。高評価、チャンネル登録、あとはこんなトピック取り扱ってほしいなどあればぜひコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。